皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。今日も聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語でお届けしています。リスニングやシャドーイング、そしてスピーキングの練習にぜひ使ってください。さて、今回のテーマはお盆とお墓参りについてです。お盆っていうのは日本の夏の風習ですね。とても大切な行事の一つです。今日はお盆の意味やその時にすることについて優しい日本語でお話ししていこうと思います。まず、お盆って何でしょうか？日本では毎年8月13日から16日頃にかけてお盆という行事があります。地域によっては7月に行うところもあります。お盆は亡くなった家族や先祖が一旦この世に帰ってくると言われる期間です。この世っていうのは私たちが生きている世界、現実の世界ということですね。そしてあの世は亡くなった人が住む世界のことです。この時期は日本では多くの人が実家に帰ったりお墓参りをしたり家族とゆっくり過ごしたりします。会社や学校もお盆の期間は休みになることが多いので、夏休みといえばお盆休みというイメージがある人も多いです。ではこのお盆の時期に何をするのでしょうか？まずはお墓参りです。お墓参りというのは家族のお墓に行ってお水をかけたりお花やお線香を供えたりして静かに手を合わせてお祈りをすることです。線香っていうのは煙の出る香りがするスティックのことですね。亡くなってしまった家族やご先祖様に対していつも見守ってくれてありがとうとか元気に過ごしてますよという思いを伝えるためにお墓参りに行きます。私の家でもお盆の時期はお墓参りに行きます。8月なので本当に暑い日が多いんですけど、家族でお墓をきれいにしたり、ご先祖様の話をしたりするのはとても大事な時間だなと思っています。そして次に迎え火と送り火という風習があります。迎え火というのはお盆の始まりにお墓などで火を焚いてご先祖様が道に迷わず帰ってこられるようにするためのものです。私の家族はお墓参りに行くときに提灯を持っていくんですね。そしてお墓などをきれいにした後に提灯に火をつけます。そうすることで提灯が目印になってお墓からお家まで迷わずに帰ってこられるっていう風にイメージしています。そしてお盆が終わる時には送り火という火をつけてまたあの世へと戻るご先祖様を見送ります。なので逆に私の家では家で提灯に火をつけてそれをお墓に持っていくんですね。そしてお墓に着いたところで火を消すというような感じです。京都では五山の送り火という大きなイベントがあります。山に大きいっていう漢字が火で描かれるんですね。私はまだテレビでしか見たことがないので、実際に見たらインパクトがあるんだろうなって思います。ぜひ気になる方は Google などで後で調べてみてください。またお盆の時には盆踊りをする地域もあります。盆踊りっていうのは夏祭りのようにみんなで踊って楽しむイベントです。海外の踊りっていうのは結構激しく楽しい陽気なダンスが多いと思うんですけど、日本の盆踊りとかは結構緩やかな動きが多くてリズムも遅めですね。なので老若男女子供からお年寄りまでみんなで踊ることができるダンスです。浴衣を着て踊る人たちも多くいます。こういった盆踊りなどのイベントや夏祭りを見ると、夏なんだなっていうのを実感しますね。
そしてこういった夏といえば盆踊りとか、夏といえばお盆とか、夏という言葉を聞いてイメージされるものを夏の風物詩と言います。夏祭りやお盆、そして盆踊りは夏の風物詩ですね。お盆は楽しいイベントでもあり、大切な人たちのことを思い出す静かな時間でもあります。個人的にはメキシコの死者の日にも似ているなと思います。スペイン語でディアデムエルトスって言うんですかね。ディズニー映画のリメンバーミー、英語だとココにも出てきたイベントかなと思います。自分のご先祖様の話をしたり、亡くなった家族のことを話す機会ってどんどん少なくなってしまうじゃないですか。ちょっと寂しいんですけど、何かの本で読んだんですけど、人っていうのはもし亡くなってしまったとしても、誰かの心の中にいる限り本当に死んではいないっていうのを読んだんですね。それを見た時に確かにそうかもしれないって思いました。大切な人が亡くなってしまうのは本当に悲しいと思うんですけど、でもその人のことを忘れない限りはきっとどこかで自分のことを見守ってくれてるっていう感覚になりますよね。もしかしたら宗教が違うと違う考え方があるかもしれないんですけど、日本人の私はそういった感覚があります。なのでこのお盆というのは年に1回の行事なんですけど、亡くなったご先祖様のことを思い出す大切な行事だなと思っています。そして自分が今生きているのは自分のご先祖様がいるからですよね。両親がいて、祖父母がいて、その祖父母の両親がいて、その両親がいてっていう風に、どんどん血が引き継がれて今自分がいるんだなっていうのがわかるので、こういう風に家族みんなでご先祖様の話をしたり、亡くなってしまった大切な人のことを話す機会っていうのは結構大事だなっていう風に感じています。なんか何回も同じことを繰り返してしまったんですけど、ただお墓参りに行くだけではなくて大切な意味があるんだなと大人になってつくづく感じています。そしてお盆は普段会えない親戚と会えるチャンスでもあります。小さい頃はいとこに会ったり親戚と話したりするのがとても楽しかった記憶があります。皆さんの国には先祖を思い出す日や家族で集まる日はありますか？もしあればぜひコメントで教えてください。感想や質問がある方もどんどんコメントで残してもらえたら嬉しいです。そして私は今オンラインレッスンの募集を行っています。オンラインレッスンやエッセイの添削を希望する方はぜひインスタグラムの DM でお待ちしています。9月以降に詳しく募集をしたいと思います。なお、インスタグラムでは毎日ストーリーズでクイズを出しています。スレッズというアプリでも毎日日本語に関する投稿をしているので、ぜひフォローして一緒に勉強してください。それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。日本のお盆という行事について話しましたが、いかがでしたでしょうか？最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあね、バイバーイ。